フィリピンといえば思い浮かぶのはやっぱり真っ青な海。でも実は山側にも魅力的なスポットがたくさんあるんです。こんにちは、ダイヤル11のちえです。今回はフィリピンの田舎町ではちょっと意外なヨーロッパ気分を味わえるおすすめスポットを紹介します。今回の目的地は私の住むネグロスオリエンタル州の港町ドゥマゲテから山側へまっすぐ進んだ先のバレンシアという町。これまでも日本の神社や青空マーケットで紹介してきた町です。ドゥマゲテからはかなり近くてバイクで20分ほどでアクセスできます。敷地の入り口に到着しました。まずこちらのゲートを通過します。さらにもう一つゲートが、警備が厳重ですね。着きました。こちらが今回の目的地、ティエラアルタレジデンシャルリゾートです。ティエラアルタはスペイン語で高台という意味。その名の通り山側の見晴らしの良い敷地に立地するリゾートです。そしてユニークなのがリゾートのデザインコンセプト。白と青を基調とした建物やこの文字、お気づきでしょうか。そう、こちらギリシャのサントリーニ島にフィーチャーしたリゾートなんです。真っ先に目を引くのが青空に映える白い灯台。どこから景色を切り取ってもまるで絵はがきのようです。中に入ると白い螺旋階段、なんだか神秘的な雰囲気ですね。そんなに長い階段ではないので楽に登れますが、目を回さないように気をつけないといけませんね。上に着きました。うわー、いい景色。ドゥマゲテの街とその向こうの海をしっかり見渡せます。街からたった20分でこの景色が味わえるのはなんだかお得ですね。右側に見えるこの島がドゥマゲテの向かい側にあるシキホール島、そして左側に少しだけ見えるのがセブ島ですね。すぐ横のスミロン島もはっきり見えます。反対側にはバレンシアの山岳地帯が広がっています。ここに見えるワイヤー、これ何のワイヤーだと思いますか？実はこちらジップラインのワイヤーです。このティエラアルタリゾートでは全長600メートル、ネグロスオリエンタル州で最長のジップラインを楽しめます。実は私ここには何回か来ているんですが、ジップラインは未だに未経験です。今回こそやってみようかと思いましたが、やっぱり怖くてダメでした。お好きな方はドゥマゲテに来たらぜひ体験してみてください。さて、手前を見下ろしてみるとプールが見えますね。そして小さい丘のような場所にモニュメントが立っています。こちらはまさにサントリーニ島のブルードームを模したモニュメントみたいですね。ギリシャ文字とアルファベットを混ぜてアントニオズピーク、アントニオの頂と書かれています。おそらくカトリックで結婚や縁結びの聖人とされているパドバのアントニオにちなんでいると思われます。特にカップルにご利益がありそうなスポットですね。アントニオズピークの隣にあるのがアクアティカというエリア。アクアティカは水星という意味で、ゲートをくぐるとまさにこの通りプールが広がっています。広々とした開放感のあるプールです。こちらも白を基調としたギリシャテイストで大人っぽい落ち着いた雰囲気ですね。先ほどのブルードームと灯台がさらにギリシャ感を醸し出しています。こちらも絶好のフォトスポットです。エントランスの方に戻ると何やらたくさんのテーブルと椅子が用意されています。
これはウェディングパーティーの準備をしているみたいですね。このティエラ・アルタリゾートでは敷地内でウェディングやバースデーパーティーをはじめ様々なイベントでの利用ができるんです。ウェブサイトによるとアントニオーズピークで100人以下、アクアティカで150人以下、屋内のサントリーニホールで200人以下、そしてこのティエラ・アルタパビリオンで500人以下のイベントが開催できるそうです。フォトジェニックなスポットが満載で子供もプールで遊べるし、まさにイベント、特にウェディングパーティーにもってこいの場所ですね。さて、この通り日帰りで遊びに来るだけでも楽しい場所なんですが、今回は初めて併設のホテルに泊まってみます。私が泊まるお部屋がこちら、ライトハウススイートです。キングサイズのベッドと向かい側にテレビ、奥にテーブルと椅子があって、隣に小さな冷蔵庫、そして無料のお水とコーヒーがあります。そしてこの部屋の一番の魅力は、まさに部屋の名前の通りのライトハウスビュー。ベッド横に大きなクローゼットがあって、その隣のドアの先がトイレとシャワー、そして洗面台です。アメニティはリゾートオリジナルのものが用意されていました。建物自体には年季を感じるんですが、清掃が行き届いていてとても落ち着きのある空間です。例えるなら真新しさはないんだけど、なんだかリピートしたくなる上質なビジネスホテルというか、ミステリー小説に出てきそうな趣のあるホテルというか、華やかなリゾートホテルも素敵ですが、私はこういう良い意味で落ち着きのあるホテルも大好きです。続いては夕食の紹介です。こちらのリゾートにはティエラカフェというレストランが併設されています。このレストランもなんだか日本の古き良き喫茶店のような独特の趣があって、私はすごく好みです。お料理はフィリピン料理と洋食が中心。私の記憶ではおそらくこのメニューも初めて来た6年前からほぼ変わっていないと思います。この変わらなさがまた渋くて好きなんですよね。今回オーダーしたのはまずストロベリーミルクシェイク、そしてお料理はビーフアーモンドカレカレをチョイス。こちら名前と見た目からカレーかと思いきや、実はカレーではなくシチューに似たお料理です。フィリピン料理のカレカレの最大の特徴はピーナッツバターがベースになっていること。具材は野菜と牛テール肉が煮込まれていることが多いです。濃厚なピーナッツバターベースのスープとトロットロの牛テール肉とお野菜をバゴーンという小エビの発酵ペーストやガーリックライスなど塩気のやや強いものと合わせていただきます。これがもう言葉にならない美味しさです。似た味の他の料理が思いつかず説明が難しいので、ぜひフィリピンに来て実際に味わっていただきたいです。夕食後に外に出てみるとイルミネーションが点灯していました。このイルミネーションも派手すぎずどこか控えめで非常に私好みです。この時は11月末で大きなクリスマスツリーも飾られていました。こういった外国をテーマにした場所はややもするとハリボテ感やチャチさが際立ってしまいますが、こちらのリゾートは様子を盛り込みすぎず、あえてシンプルにフィーチャリングしていて、とても自然な雰囲気に落ち着いていると思います。オープンから年月が経った今でも広い敷地の隅々まで手入れが行き届いている点も素晴らしいなと思います。それでは皆さん、今回私が宿泊したライトハウススイートの部屋、1泊の料金はいくらだと思いますか？ちなみに宿泊には簡易な朝食も含まれています。正解は3300ペソ、約7300円でした。ちなみにこのティエラ・アルタレジデンシャルリゾートは実は土地の分譲を行っています。すでに立派な住宅もいくつか建っていて、将来的にはここ一帯を高級住宅エリアにする計画のようです。ただ多くの場所はまだ建設が進んでおらず、おそらく現在のパンデミックも計画の進行に影響しているのではないかと思います。警備も厳重で道路もとてもきれいに整備されていて、ドマゲテの街にも近いし、こういうところに家を建てて住むのも素敵かもしれませんね。さて、ドマゲテに戻る前にバレンシアの素敵なレストランに寄っていきたいと思います。Latino? Ah, okay, thank you. 到着しました。ギリシャの次は
なんとスペインです。こちらはオーナーさんがスペイン人のレストランラティーノ。本格的なスペイン料理とイタリア料理がいただけます。そして何よりアンダルシア地方を彷彿とさせる素敵な空間。これは私が以前南スペインに行った時の写真なんですが、白壁にロイヤルブルーの色合いと植木鉢、まさにシンクロしていますよね。イタリアンレストランでもあるので、ベネチアのゴンドラのフォトスポットもあります。まるで違う国に旅行に来たような気分です。こちらのレストラン、パエリアがとっても美味しいんですが、今回は軽食でまずエビのアヒージョ。むきエビとガーリックオイルをカリカリのパンにのせていただきます。最高です。そしてこちらのレストランの人気のデザート、ティラミス。本格的な味でとっても美味しいです。こちらはホールサイズのテイクアウトもできます。フィリピンらしい文化を感じられる魅力的な場所もたくさんありますが、一方でこうやって別の国の気分を手軽に味わえる場所も旅行が難しい今だからこそますますありがたい存在になっている気がします。ダイヤル11、次回はフィリピンの田舎町で釣り体験。早朝の薄暗い漁港とジャングルのような川で果たして魚は釣れるのか。うわー、すごい。